皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。最初に取り上げるのはロシア軍の死傷者数について、今回新しい情報として死傷者数の割合がウクライナ1位に対してロシア14ではないかといった話が出ています。今回はその話についての解説からしておきましょう。ロシア軍の死傷者数については継続的に追ってきました。その時の情報源として使っているのはイギリス国防省の発表している内容です。なぜ直接的にロシアやウクライナの数値を持ってこないかといえば、両国ともに正式な数値として何人がいつ亡くなったであるとか負傷しているかといったような数値は公表していないからです。ですから周辺国における情報収集にある程度依存している状態です。その中でイギリス国防省の数値を紹介しているのは、イギリスがウクライナに対する軍事支援を行っていて、ある程度内部情報については情報交換している中だと考えられるからです。それにイギリス自身も本格的な諜報機関を保有しており、独自の調査能力は十分あると考えられます。そうしたイギリス国防省の発表している内容によれば、2022年の本格的な侵攻以来、ロシア軍の死傷者数は100万人を超えています。そして亡くなった人の数については、最低でも19万人と発表しています。この最低でもというのは、行方不明にされていたり、もしくは脱走扱いにされている人というものが、実際にはすでにロシア軍内部で殺害されている可能性も十分あるからです。遺体を回収すれば、その遺体を本国へと送り返す作業などがめんどくさいということにもなって、前線においては味方の遺体を回収しないといったことが日常茶飯事だと言われています。そのためウクライナ軍が回収した上で、ロシア側との遺体交換といった交渉も都度行われている具合です。また、脱走扱いにされる兵士たちについて言っても、本当に脱走しているのかどうかとは関係なくそのような処分を受けている可能性があります。ロシア軍内部においては、無茶な連続的な突撃作戦が命令されることによって逃げ出す兵士といったものが続出します。それらの兵士たちを黙って戦場から癒させるのではなく、もうその場で特戦隊による銃撃を行うといった例なども以前から報告されています。このような対応をするのは、ウクライナ軍と戦って亡くなった場合においては、遺族に対して死亡一時金や給付金などが出るわけですが、逃げて亡くなった、もしくは逃げて行方不明になったという場合であれば、そのようなお金を出さずに済みますし、書類上においても面倒くささがないといった事情があります。さて、そうした事情はちょっと一旦横に置いておくとしても、イギリスよりもさらに情報分析能力については高いと考えられているのがアメリカです。では、アメリカはどのようにこの戦争を見て、ロシア軍の死傷者数を見積もっているのか、トランプ大統領の発言をもとにして情報を見ておきましょう。トランプ大統領の SNS での発言より、かなり意訳を含みながら皆さんにお伝えします。私は先ほど、ウクライナの馬鹿げた戦争で、ロシア軍が7月だけでほぼ2万人の兵士が亡くなったとの報告を受けました。ロシアは今年初頭から11万2500人の兵士が亡くなっています。これは非常に多くの不要な死です。しかしウクライナもまた大きな被害を受けています。同じ期間で約8000人の兵士を失っており、この数字には行方不明者は含まれていません。ウクライナは民間人も亡くなっていますが、その数は比較的少ないです。ロシアのミサイル攻撃が首都やその他の地域に行われているためです。これは決して起こってはならなかった戦争です。これはバイデンの戦争であり、トランプの戦争ではありません。私はただこの戦争を止められるかどうかを確認するためにいるだけです。最後の方でバイデン大統領の名前を出してきて、改めて今でも批判を行っています。こうした文章の作り方そのものは以前から変わらない話なのですが、注目すべきは何といってもその前半部分でしょう。ロシア軍が今年初頭から失った兵士の数、11万2500人。同じ期間でウクライナ軍が失った兵士の数は8000人。ここからウクライナの死者1に対してロシア14という比率が浮かんできます。基本的に守りを固めて攻撃してくるロシア軍に対する迎撃作戦が毎日のように行われています。当然のように守る方が身を隠している分だけ死傷者数はずっと少なくなります。このように死者を大量に生み出しつつ、それでも攻撃をやめないロシア。プーチン大統領が気にしているのはこの死者数ではないでしょう。おそらくロシア軍が報告しているのは1日あたり50から100メートル程度前進できたというその領土侵略がうまくいっているという報告が重要視されているものと私は見ています。
ただ、トランプ大統領は民間人の亡くなっている人数については大したことがないという発言をしていますが、この感覚の麻痺こそ、ロシア軍による侵略の日常化による弊害です。ロシア軍、ウクライナの首都攻撃、今年最多31人死亡。ウクライナの首都キーウにロシア軍による大規模な攻撃があり、2歳の子供を含む31人が死亡しました。首都キーウでの死傷者数として今年最多です。ウクライナメディアによりますと、攻撃は市内27カ所に及び、少なくとも31人が死亡、159人が怪我をしました。ロシア軍による攻撃の一つの特徴は、ウクライナの軍事施設を対象した攻撃ではなく、徹底的に一般市民が多く住むであろう集合住宅やショッピングセンター、公共施設などに対する攻撃を繰り返していることです。それによって民間人の死傷者数を増大させ、厭戦気分を広げようという意図があります。さらにはこうした戦争犯罪を繰り返すことによって、情報の受け手である私たちや国際社会の感覚の麻痺といったものを広めています。逆にウクライナが遠距離攻撃を行うときにはかなり対照的な攻撃を行っています。ロシアが集合住宅などを攻撃して一般市民を殺害しているのとは反対に、ウクライナはロシア国内における軍事施設や軍需産業、物資の輸送路などに対する攻撃を行っています。ウクライナの報道機関キーウポストより、ロシア奥地で製油所、飛行場、防衛施設が爆撃され、モスクワはドローン112機を撃墜したと発表。この戦争で最大規模のドローン攻撃の一つが、ロシアの複数の地域を襲い、防衛工場が損傷し、石油精製所が火災に見舞われ、国中に空襲警報が発令された。こちらの地図が、今回ウクライナ軍が攻撃したロシア各地の軍事施設や軍需工場、そして輸送路などについてです。地図で赤く四角でポツポツとなっているものがありますが、これは大きな火災が広がっていることを示す熱源反応です。今のところロシアはこうした攻撃に対する十分な防空体制を敷くことができていません。おそらくロシア側の考え方としては、ウクライナの攻撃能力によって失われる生産能力よりも、自分たちの方がより多く攻撃することによってウクライナを弱体化させることができると考えているのでしょう。そもそも国土があまりにも広く全てを守りきるには負担があまりにも重いです。そのためある程度諦めている可能性すらあります。何にしてもロシアが民間人を殺害する戦争犯罪を繰り返しているのとはかなり対照的な攻撃だと言えます。さて続いてはロシアの侵略戦争を支えている国家収入、それはエネルギー資源の輸出です。現在中国、インドが非常に大量の石油や天然ガスを購入しており、ロシアの戦争経済を支えています。そこにトランプ大統領の国益拡大による影響が及んでいます。インド、ロシア原油の輸入停止か、トランプ氏が主張。本当かわからないが良い一歩だ。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団にインドがロシアからの原油購入をやめると聞いたと語り、本当かどうかわからないが良い一歩だと述べた。トランプ氏はロシアがウクライナとの停戦に応じなければ、ロシア産原油を購入した第三国に二次制裁を科すと警告している。インドが実際に輸入をやめれば、ロシア経済に一定の打撃となる可能性がある。この話は直接的にプーチン大統領を思いとどませるものではありません。しかし、収入の柱が大きく毀損すれば、それだけ戦争経済を回す力も弱まることとなります。しかし、インドには大国であるという自覚もあり、トランプ大統領の恫喝的な外交といったものをすんなりと受け入れるわけではありません。そのため、トランプ大統領の発言とは裏腹に、いやいやまだまだロシア産原油は買うぞといったような話も出ています。インド、ロシア産原油輸入を継続か、アメリカの圧力も変更せずとアメリカの報道。ニューヨークタイムズは、インドがロシア産の原油輸入を今後も継続する方針だと報じた。インドはロシア産原油を安価に輸入する利点の方が、インドの国益にかなうと判断した可能性がある。ニューヨークタイムズによると、インド政府高官は原油調達に関する政策に変更はないと説明。国営の石油生成企業がロシア以外からの原油調達を進めているとの報道もあったが、高官は政府は石油企業に対してロシアからの輸入を削減するよう指示は出していないと語った。インドは中国と並ぶロシア産原油の主要な輸入国。トランプ政権はウクライナとの停戦に応じないロシアへの圧力を強めるため、中国、インドなどに関税を引き上げると脅し、原油購入をやめさせようとしている。ロイター通信は7月30日に、インド国営の石油生成企業が過去1週間、ロシア産原油の輸入を停止したと報道。ブルームバーグ通信も
インド政府が国営石油精製企業に対し、ロシア産原油の供給が停止した場合の代替の調達先や量に関する計画を作成するように指示したと報じたばかり。ニューヨークタイムズの報道は、こうした見方を打ち消した形だが、インドが水面下で代替の選択肢を探っている可能性はある。インドとしてはトランプ外交に屈したというような評判が国内に立つのを嫌っている可能性もあります。そのため従来政策と変わらないと言いつつも、その内実として調達先の変更などについての動きを強めているのかもしれません。大事なのは実際に取引が止まるかどうかです。続いては、もうすっかりドイツがウクライナの最大の軍事支援国になったんだなと思えるニュース。ドイツ、ウクライナにパトリオット2機を追加供与へ。ちなみにドイツによる軍事支援なのですが、従来はなるべく詳細について公開するとしていましたが、現在では主だったものだけ公開という風に情報公開のやり方が変わっています。それは以前だとドイツは経済大国にもかかわらずウクライナに対する軍事支援が全然できていないじゃないかというような批判に対して、いやいやドイツはしっかりと軍事支援していますよという反論をするためにも軍事支援の内容を事細かに公開していました。しかしそれはロシア側から見た場合においてどんなものがドイツから軍事支援されているか、その物量についても分析できることとなりますから、相手にとって情報を渡していることも同然です。そうしたこともあって、もはやドイツは反論するための情報公開をやめて、これからは情報公開はしないんだけれども、ウクライナに対する最大の軍事支援国ですよということを伝えようとしています。パトリオットミサイルは1式あたり1500億円程度と見られるような超高額の兵器です。ですからたった2機しか送っていないではなく、2機を送るだけでも非常に大きな軍事支援なのです。さて、戦争が長期化するのに伴ってロシア国内での締め付けというものもどんどんと厳しくなっていきます。プーチン氏を批判するサイト検索で罰金、ロシアで法律成立。ロシア国内では国産アプリやネットサービスといったものに国民を集中させ、欧米系のサービスについてはこれを排除する動きが進んでいます。その上で国民が一体何を見るのかについても積極的に介入が行われています。ロシア国内における不可解な通信障害などといったものに加え、今回はプーチン氏を批判するサイト検索で罰金という具合にして、人々のインターネット検索そのものに介入しようとしています。今回の法案に反対する野党政治家は、法案はディストピア小説のようだと述べた。この法律は思想犯を罰するものだと語っている。ロシアは2022年にウクライナへの全面侵攻を開始して以来、インターネット上での報道の自由と言論の自由を大幅に制限。Facebook や Instagram を含む数十の西側諸国のウェブサイトへのアクセスをブロックしている。ロシア国内においては VPN のような規制回避できる手段を取っていなければ、基本的にはプーチン政権の思想に沿った情報発信しか見聞きすることはできません。そしてこれからはより取り締まりも強化されていくでしょう。なお、ここ最近のトランプ大統領の動きはウクライナ情勢にとってはプラスになるものが増えています。相変わらずウクライナに対する軍事支援は行ってはいませんが、ロシアの打撃につながるようなエネルギー支援関連の動きは続いています。アメリカの国益を拡大するためにアメリカのエネルギー資源、石油や天然ガスを買いなさいという販売セールスは、逆に言えばロシア産の石油や天然ガスを買うのをやめろという話へとつながっているからです。ただし、アメリカ国内だけの話で見た場合において、トランプ大統領の横暴は非常に恐ろしいものであることを忘れてはなりません。アメリカ労働統計局長を解任、政治的理由で統計を操作したとトランプ氏、関税政策でアメリカ市場が下落する中、トランプ大統領は労働統計局のトップを解任すると発表。労働統計局はアメリカで特に注目される数々の経済統計の公表を担当する。労働統計局がこのほど予想を下回る雇用統計を公表したことを受け、トランプ氏が進める関税政策への懸念が高まっていた。トランプ氏は解任した労働統計局の局長について政治的な理由で雇用統計を操作したと非難した。この決定はニューヨークの株式市場に衝撃を与えた。トランプ氏が世界各国からの輸入品に対する関税を大幅に引き上げる計画を推進し、世界の株式市場の動揺を招く中、労働統計局の局長が解任された。このため、ホワイトハウスが経済統計に干渉していると懸念が強まっている。トランプ大統領の進めている関税政策は、
これまでの自由な貿易体制といったものを推進してきたアメリカの基本方針には反するものです。各国からの輸入品に対する関税率を引き上げることによって、企業は2つの選択肢に迫られます。関税で増加したコストをそのまま商品やサービス価格に上乗せするのか、それとも利益を削ってでも今の価格を維持するかです。実際には0-100の話ではなく、ある程度価格を上昇させつつ、ある程度は自分たちの利益を削るといったことを行うでしょう。どちらにしても、アメリカ国内における物やサービスの価格の大幅な上昇といったものの心配がされているわけで、企業活動は大きく混乱しています。このため、雇用統計にも新たな雇用を渋る企業といったものが数々現れることによって指数は悪化しています。この指数の発表についてトランプ大統領は意図的に何か操作したのではないかと発表しているわけですが、本当にそうであるならば、この解任は正当ではあるものの、もしも自分にとって都合の悪い数値だったから責任者を解雇したというのであれば、これは情報の隠蔽に近いものであり、かなり危険な権力の使い方でしょう。最後に少し補足をしておきます。ロシアの国家財政を支えているエネルギー支援、これが失われることが打撃であると私は表現していますが、それが一体何の打撃になるんですかと聞かれた方がおられました。収入が途絶えることによって軍事予算の確保が難しくなるということは、それだけでロシアの志願兵を集める力が弱まることになります。現在ロシアにおいては、強制的に兵士たちをどんどんと集めてきて動員し戦場へ送り込むといったことをしているわけではなく、多額の報奨金を掲げることによってロシア国内における主に貧しい人たちを対象にしてどんどんと人々を集め、そして訓練し前線に送り出してきています。これはあくまでも志願兵を前線へ投入しているものです。ロシア国内においては経済的な貧富の格差は非常に大きく、都市部の人たちは給料が30万円以上といったものも珍しくはありませんが、田舎に行ってくると今度は月給が5万円前後といったような極端に収入が少ない人たちもたくさんいます。そしてロシア国内におけるお金の使い方としても、都市部では上下水道があるし、ちゃんと公共交通網や社会インフラの整備などにもお金が使われています。ところが田舎の方に行くと、そもそも道が舗装されていないであったり、井戸水を使っていたりであったりといった具合にして、かなり前時代的な生活を今も続けているような人たちがいます。電気は通っているんだけれども、その他のものについては、一体これは1900何年代の生活なんだというような人々もたくさんいるわけです。これらの人たちにしてみれば、ロシア軍に入ればあなたの給料の1年分や2年分出しますよ。月給について言っても、あなたの給料が6倍、7倍の額出しますよというような提示は、ある意味自分の命をかけるだけの価値があるかのように錯覚させるものです。そしてそれはロシア国内の話だけにとどまりません。現在では勧誘活動は下火にはなりましたが、ロシア国外において中央アジアやアフリカ大陸においても傭兵の募集は引き続き行われていると言われています。ここの場面においてもお金をある程度積めばそれによって命を懸ける人たちというのが現実に存在します。ですからお金が集まるということそれ自体が戦争を継続する一つの源にもなっているわけです。日本人の感覚からすれば前線へと送り込まれた兵士たちが次々と亡くなっているという話を聞いているのだから、わざわざそんな戦争に参加する理由なんてないと思われがちですが、それはあくまでも平和な日本にいるからこその考え方であり、国や地域によっては別に戦争しているわけじゃないんだけれども明日にも死んでしまうかもしれないし、未来なんか全く何の希望もないというような生活をしている人たちはたくさんいます。ましてや地域紛争などを転々とするような生活をしていて、戦争を慣れしている人たちといったものも人数的には多くはないものの実際に存在します。まとまった額の収入を減らすことができるという動きは確実にロシアにとっては大きな打撃となるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、このチャンネルを応援してくれる方のスーパーチャットをお待ちしています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。